皆さんこんにちは、アリサです。今日は外国人風ビーチウェーブの巻き方をやっていきたいと思います。私は今ロサンゼルスに住んでるんですけど、日本に住んでいた時はずっと美容師として美容室で働いていました。で、LA に引っ越してきてからも、友達とか知り合いを中心にやらせていただいてるんですけど、その美容師人生の中でいろんな巻き方をしてきたり、自分の髪も私はほぼずっとロングなので、いつもいろんな巻き方を試してみたりとかして、その中でも一番シンプルで簡単な外国人風のくせ毛っぽいルーズなウェーブの作り方をやっていきたいと思います。はい。ではまず使う道具を紹介していきます。まずはクリップ。これは髪を分けて巻きやすくするためのものですね。で、もう一個はヘアアイロン。私が今日使うのはクレイツイオンカールアイロンっていうもので、日本のものです。これは美容室で私が働いてた時からずっと使ってるもので、すごく美容師にも人気だし、一般的にも全然買えるものなので、すごく人気のものですね。私がなんでこれをずっと使ってるかっていうのは、これが一番巻きやすいアイロンで、髪の毛がすごいスルスル巻けるんですよね。なんかアイロンによってはここを滑らす時にこうやって調節しないと負けないものとかあると思うんですけど、このアイロンは挟んでスライドするだけで綺麗にスムーズにスライドできるので、これをいつも愛用してます。設定の温度なんですけど、一応このアイロンは業務用のアイロンっていうのもあるんですけど、210度まで上がるんですね。だけど210度だとちょっと負けるのは早いけど、髪へのダメージがかなり大きいので、私はいつも180度で巻いてます。180度でも結構高い方なんですけど、滑りが良くて形がつくのが早いので、髪の毛に当ててる時間がその分少なくて済むというので、いつも180でささっと巻いてる感じですね。でももっと髪のダメージを抑えたいっていう方とかは170、160とかでも形はつくので、それでも全然ありだと思います。はい、では早速巻いていきます。まず髪の毛を分けます。髪の毛の分け方は耳の上を境目にして半分にこんな感じ、頭の半分ですね、今巻こうとしてるんですけどをクリップで留めていきます。こんな感じで、後ろがもしぐちゃってなってたら半分に分けておきます。まず私がいつも巻いてるスピードで巻いてみます。で、その後にゆっくり巻きながら、やり方を説明していきたいと思います。後ろの髪は2つぐらいに分ける感じでいいかと思います。まずここは内巻きで巻いていきますね。中間を挟んで2回転ぐらいしてスッと抜いて、毛先はちょっとカールつける。こんな感じです。じゃあ今のめちゃめちゃ早かったと思うので、ゆっくり巻いていきます。固定が髪についてる時間が長くなるので、今はちょっと温度をなしで巻いていきます。まだちょっと熱が残ってるのでちょっと後つくと思うんですけど、ちょっとゆっくりやるので温度を落としてやっていきます。まず固定で挟むところは中間ですね。中間もしくは自分がカールが欲しいところから、カールが始まるところから巻いていく感じです。この後ろの髪とかはそんなに位置を気にしなくても後々隠れるところなので、言ったらカールがついたらいいっていう感じですね。中間を挟んでそこからスライドしていくんですけど、
こうやって。で、毛先がちょっとこのぐらい残って、あと1回転ぐらいできるかなっていうところで、スライドしてコテを外します。そして、残った髪の毛をもう1回転巻いて終わり。あ、普通にカールつけましたね。そしたら、こんな感じで、カールがついてるけど、横に広がらないルーズなウェーブになります。じゃあ次のパネルでもうちょっと説明しながらやっていきます。では、クリップを外して、後ろを半分に分けて上の髪を持ってきます。で、内巻き外巻きどうやって組み立てるかっていうのなんですけど、全部外巻きにする時もあるし、ミックスでやる時もあるし、その時の気分に変えてるんですけど、この巻き方でできてたら内外どっちが混ざっててもそんなに大差ないというか、スタイルに変わりはなくなってきますね。では上の髪を巻いていくんですけど、今度は抜く時のコツを説明しながら、また温度なしで巻いていきますね。顔周りは外巻きで巻きます。ウェーブが欲しいところから挟んで、スライドさせて、毛先は巻きつけるように助けてあげながら、スライドさせて、毛先がこのぐらい残ったところで抜くんですけど、抜く時のコツは、今まで巻いてた方向と同じ方向に回転させながら下に抜いていくって感じです。で、一番最後のここになった時に絶対にまだ回しながら抜いてください。回さないかったとすると、ここの挟まってる部分が角度によってはカクって折れちゃう場合があるんですね。なので、必ず回転しながら下にスライドします。挟んで、毛先まで巻いて、回転しながら下にスライドする。それをやっても、ここは挟まってるので、ここは抜けないので安心してください。はい、じゃあもう一回やりますね。下をヘルプしながら巻いて、スライドして、一番下になった時にここだけでカールをつける。こんな感じです。今ちょっと温度0なので、ちょっと緩めのカールになりました。今の巻き方でやったけどどうしてもできないっていう方、もしいたらもう一個やり方があります。それは巻く前にねじってからコテに巻きつけるっていう方法なんですけど、それをやっていきますね。ここは外巻きで巻くので、内巻きにねじっていきます。巻く方向と逆側の方にねじってからコテに巻きつけます。ここからこうやって内側に、内巻きに毛先までまずねじります。で、今度はコテは今まで上方向に使ってたんですけど、下向きに使って巻きつけていきます。もしもともとコテを下向きに、巻いて使うのが使いやすい人は、もしかしたらこっちの方がやりやすいかもしれないです。毛先まで内巻きにねじって、ウェーブが欲しいところから挟んでコテに巻きつけます。で、毛先はちょっと外れやすいので、できるだけ持ったまま全体挟んで、ちょっとこうやってスライドさせて、で離します。そしたらこんな感じの、もうちょっとさっきの巻き方よりもうちょっとルーズめに巻ける感じですね。これ外してみます。そしたらこんな感じのルーズウェーブ。はい、それがねじってやる巻き方ですね。
これはオプションということで、残りの紙はさっきの巻き方で巻いていきたいと思います。パネルはこのぐらい。で、パネルの取り方なんですけど、量の加減なんですけど、だいたいコテに巻きつけても全体的に熱が通るぐらいの量を取っていきます。あんまり多く量を取って巻きすぎると、その状態で挟んで巻けても熱が当たらない部分とかが出てくるんですよね、この紙の中で。で、形が均一につかないっていうことになってくるので、毛束を取るときはなるべく固定に巻きつけても全体的に熱が通るぐらいの量、このぐらいですね。トップの量だったらこのぐらいを巻いてます。はい、じゃあさっきの巻き方で次は内巻きで巻いていきます。中間挟んで毛先まで巻いたら外します。で、毛先はワンカール残り。はい、こんな感じですね。やっぱねじった方がルーズに巻けますね。っていうのも、ねじって巻いた方が髪の毛がこう束が太くなって、やっぱりそこで熱が当たらないとことかも出てくるので、その分ルーズに巻けるっていう感じですね。なので、ねじって巻く人はねじって巻く方法だけで巻いていった方がいいと思います。この抜いて巻くときはもう抜いて巻くだけで、こんな感じですね。私今巻いた後にこうやって崩してるんですけど、結構私の髪今傷んでるのもあって、カールがつきやすいし、キープもすごくする髪質なんですね。けど、巻いた後すぐ取れちゃうっていう人も結構いると思うので、そういう方はコテを外した後にすぐほぐさない方がカールが持ちます。またこうやって巻いていくんですけど、中間まで巻いて、巻いた方向に回しながら毛先まで外す。で、毛先のカールをつける。で、この状態でこのまま置いておいてください。で、今まだ髪の毛はあったかい状態で、それが熱が冷めた時にやっとこの形が髪に定着するので、それまで、触らないようにしてあげてください。そしたらカールの持ちが良くなります。ちょっと今説明しながら巻いたので、ちょっと熱がね当たりすぎちゃったところとかがあって、若干カールの均一さがちょっとばらけちゃってるので、こっち側はもうちょっと均一に巻いていきますね。はい、ではまた耳の上で半分に分けて後ろに留めます。で、後ろの髪巻いていきます。中間を挟んで毛先まで巻きつけて巻きながら外す。で、毛先ワンカール。はい、じゃあ今前髪以外が、巻けた状態で、こっちはまだトップ崩してないんですけど、こうやって崩してない状態だと、縦ロールみたいな感じになってますね。で、カールが取りやすい人はこれが冷めた時にほぐしてあげます。こうやってほぐすと初めてルーズな外国人風のビーチウェーブっていう感じの質感が出てきます。はい、では次は前髪を巻いていきます。前髪は、私の前髪の長さはこのぐらいですね。今からやる巻き方は、このぐらいの前髪か、もうちょっと長めか、この辺ぐらいまでの髪の長さだったら、同じ巻き方でいけると思います。
前髪の巻き方はちょっと固定の角度が重要になってくるんですけど、固定の角度をこの髪の毛斜め45度に引っ張った時に、その角度に平行になるような角度が一番綺麗に仕上がります。で、前髪は外巻きに巻いていくんですけど、その、巻くパネルはなるべくこうやって綺麗に揃ってるように気をつけてもらって、その状態で平行に固定を挟みます。で、こうやって外巻きになる感じ。これがもしぐしゃぐしゃってなったまま、例えばこんな風にぐしゃってなったまま巻いちゃったりすると、熱が綺麗に通らないし、形がなんかおかしくなっちゃいやすいので、パネルの紙一本一本はなるべく綺麗に揃ってる状態で巻きます。ちょっと難しいって方は最初はそこまでね考えなくていいかもしれないんですけど、コツとして1個覚えておいてもらったらやりやすいかなと思います。はい、じゃあこうやってパネルを整えて中間巻いて、角度は45度の角度で、またここも毛先をちょっと残しながら抜きながらまた巻き続けて、こんな感じですね。これをちょっと横となじませてみます。横となじませるとこんな感じ。もうちょっとカールがついていいかな。じゃあこっち側の前髪巻きます。髪をなるべく揃ってる状態にして、固定の角度は斜め45度、中間から巻いて毛先までいったら抜いて、もう一回抜きます。そしたらこんな感じのウェーブがつきます。これを抜きながらやらなかったら、もうちょっとこういう感じのカールになるって感じですね。でも、特に私ぐらいの髪の長さだったら抜きながらやってあげた方が後ろの髪と馴染みやすくなります。で、ルーズ感も出るって感じですね。はい。で、これで全部巻き上がった状態です。ここからこのトップ、ここのペタンコ感が気になるっていう方がすごい多いと思うんですけど、ここのボリュームの出し方を何通りかやっていきます。まず1個は分け目をギザギザに分けるっていうやり方です。私はいつも小指の爪を使ってやってるんですけど、コームの先が細いコームを持ってる方とかはそれでやってあげた方がやりやすかったりします。こういう感じのコームですね。ここの先が細くなってるもので、まず髪の毛を全部後ろに流します。この分け目のところを全部後ろに流して、でちょっと浮かせて、で前からスタートで、ここで地肌に沿って髪の毛をかき分けるような感じでギザギザに後ろまで、分けていきます。でまだ地肌にここが先端がついてる状態で、ここに分かれてる髪の毛をこのコームを境目にセパレートすると、こんな感じでギザギザに分けることができます。でこうやってギザギザに分けると、さっきのペタンコから、髪の毛の根元があっちこっち交差する感じになるので、ここがちょっとボリュームが出ます。さっきよりちょっとボリューム出てますねっていうやり方が一つと、もう一つは、ここの前髪の根元にちょっと形をつけるっていうやり方なんですけど、固定の温度は180より低めでいいです。今もうスイッチを切っちゃった状態で、温度が低い状態で形をつけていきますね。前髪の根元を取って、ここの根元に、ここはもう使わずに固定のカーブだけを使って、こういう風にちょっとスライドさせながら、でちょっと
熱を冷まします。で、下ろすとこういう風にボリュームが出ます。こんな感じで、こっちも形つけますね。ここの丸みだけを使って、でこうやってスライドさせてあげて、カールがナチュラルにつくようにこうやってスライドさせてあげて、でちょっと熱を冷ましてすると、ここにちょっと丸みがついてボリュームが出ます。前髪がふんわりしてトップもちょっとふんわりしたように見えます。でこれをさらに前髪だけじゃなくて、このトップの髪の毛、ここもこういう風な取り方で取ってあげて、なるべく薄めに取って、ここもさらにこうやって横向きにカーブをつけてあげると、上もボリュームが出ます。こんな感じ。こっちついてない、こっちついてる状態で出ますね。ここの、癖付けは根元の髪っていうのもあるし、すぐ下に重力で落ちちゃうところなので、必ずこうやって冷ましてあげてから、熱が冷めてから崩してください。こんな感じですね。でこうやって癖付けてプラスギザギザにしてあげると、もっとボリュームが出ます。私はいつも小指でギザギザやっちゃうんですけど、こうやって分けるとこんな感じでボリュームが出てバランスが良くなりますね。はい。で全体を巻いてみて、もうちょっとここにカールが欲しいなっていうところがあったら、ちょっと足していきますね。例えばこっちの方だったら、この辺にもうちょっとウェーブが欲しいなっていうところをちょっとだけつまんで、トップの方ですねをちょっとだけつまんで、ここに足していきます。周りのウェーブが始まってるところをスタートにして、またこうやって巻きつけて抜いて、毛先ワンカールして足してあげます。そしたらこうやって周りと馴染んでくれますね。と逆にここはちょっとカールがつきすぎたなっていうところがあったとしたら、そこの、緩め方もやりますね。この中だったらここのところが周りのウェーブよりちょっときつくなったなっていうところを、コテをもう挟んで、もう一回スルーするだけです。そしたらちょっと緩くなります。こんな感じで。で、いい感じの緩さになるまで熱を通してあげると、ちょっと緩くなってくれます。で、バランスを全体的に調節します。はい、では仕上げにスプレーを振ります。今日使うのはこちらのヘアスプレーで、これはオリベ ORIB、 これはアメリカのものなんですけど、日本で普通に売ってるかはちょっとわからないんですけど、バイマンには売ってありましたので、ちょっとチェックしてみてもらったらいいかなと思います。このスプレーは、ドライテクスチャースプレーなんですけど、なので質感がドライな質感だけど、キープ力もあってパリッとならないっていうスプレーなので、もうビーチウェーブ、ラフな感じのビーチウェーブにはめちゃめちゃ相性がいいスプレーです。で、スプレーを振るときは、この状態でシャーってかけるんじゃなくて、しっかり髪の毛をこうやって浮かせてあげながらスプレーするとまんべんなくつけることができるし、一箇所につけすぎてしまうのを防ぎます。しっかり振ってあげて、髪の毛をこうやって浮かせながら、なんかこうやってワサワサワサってやりながら、その中に
っていきます。表面だけつけてもここだけが固まって中の方がだんだん落ちてきてしまうので、中までまんべんなくつけてあげます。はい、こんな感じですね。で、前髪のさっき形をつけたところもう一回こうやって立ち上げてからちょっとつけてあげるとここでキープしてくれます。持ち上げてちょっと根元のここにつけてあげる。そうするとここもキープしてくれますね。はい、ではこれで完成です。では今日の動画を見て参考になった、試してみたっていう方がいたらいいねとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。